さて今日は1939年のノモンハン事件、日本軍の大敗北として知られていますけど、これ結構謎が多いんですよね。そうですね。単純な戦力差だけでは説明がつかない部分が確かにあると思います。で、今回注目したいのが米インディアナ大学名誉教授黒宮弘明さんの研究なんです。はい、The Mystery of ノモンハン1939年ですね。これが提示してるのが単なる作戦の失敗とか、指揮官が無能だったとかそういう話じゃなくて、なんと現地の司令官だった第23師団長小松原道太郎中将、この人がもしかしたらソ連のエーゼントだったんじゃないかと。かなり衝撃的な説ですよね。ですよね。今回はこの説を深掘りして、なぜこれがノモンハンの謎を解く鍵になるかもしれないのか見ていきたいと思います。まさにノモンハンの謎ですよね。ぜひ最後までお付き合いください。例えば最初は小規模な国境紛争だったものが、なぜあれほどの大規模な戦闘にエスカレートしたのか、それから第23師団の、お世辞にもうまいとは言えない指揮ぶり、そして小松原道太郎自身の戦闘中やその後のちょっと理解に苦しむような行動の数々、黒宮弘明さんの提起する小松原イコールソ連エージェント説というのは、これらの疑問に対してある意味一番すっきりとした説明を与えてくれる可能性はあるわけです。つまり司令官が敵と通じていたとしたら、いろいろな不可解な点がつながってくるということですね。そういうことになりますね。小松原の経歴を見ると確かにソ連との接点は多いですよね。陸軍士官学校を出てロシア語研修を受けて駐在武官も経験している情報畑の人だったと。そうです。で、疑惑の核心となっているのが1920年代後半のモスクワ駐在武官時代ということなんですか？そこが発端とされていますね。ロシアの歴史家グラドコフとサイツェフが1983年に発表したんですが、小松原がモスクワでその愛人を作ってですね、その女性と泥酔した挙句に機密書類が入った金庫の鍵をなくしてしまったと。それは情報将校としてはかなりまずいですよね。全くです。致命的な失態と言っていいでしょうね。で、この不祥事をソ連側が握って、それをもみ消す見返りに情報提供などの要求に応じさせられたんじゃないかと。いわゆるハニートラップにかかった可能性。そうです。対照的なのが同僚だった海軍の小柳大佐も同じような罠を仕掛けられたらしいんですが、彼はこれを拒否して自決したと言われています。当時の情報専門家の間では小柳さんの評価は高く、小松原は低かったという話もあるようです。でもそのモスクワでの一件だけですぐにエージェントと決めつけるのはまだ早い気もしますけど、何か他の状況証拠みたいなものは？いくつか挙げられています。例えば彼がモスクワから東京に送った報告ですね。1929年の中ソ紛争の直前にソ連に侵攻の意図はないと報告しているんです。ところが実際にはソ連は侵攻して短期間で勝利した。これが意図的な誤情報だったのか、あるいはソ連側の情報操作に彼が乗せられたのか。どちらにしても問題ですね。それから彼がハルビンの特務機関長だった1932年から34年の間、この時期に日本の機密情報がソ連側にかなり漏れていたんじゃないかという疑惑もあります。漏洩ですか？記録も見ると、この時期ソ連側が集めた日本や満州国関連の軍事情報の量が突出して多いんですよ。それは怪しいですね。ソ連側の記録で何か裏付けるようなものは？決定的なのが1932年のソ連の政治局の記録です。小松原に関する議論が K についてっていうコードネームで扱われていて、身元が厳重に秘匿されていたことが分かっているんです。 K？ これは彼がソ連にとって非常に重要な情報源、つまりエージェントとして扱われていた可能性を示唆していると考えられますね。そういう背景を知った上で改めて見ると、1935年ハルビン特務機関、彼がそのポストを離れたまさにその直後から関東軍があれだけ頼りにしていた白系ロシア人を使ったヒューミントがピタッと通用しなくなった。結果的に1939年のノモハン事件が起きた時、ソ連軍がその国境にどれだけの兵力を、特に戦車とか機械化部隊をどれだけ集めているのか、その実態について関東軍は極めて不正確な情報しか持っていなかった。そういう可能性が高いと考えられます。つまり大事な目であるヒューミントを失って、相手の実力を見ないまま、あるいは見誤ったまま
無謀ともいえる戦いに突っ込んでしまったと。ノモンハンでの本当に壊滅的な損害の背景には、この数年前からの諜報活動の失敗、そしてその裏にもし個人の裏切りがあったとしたら、それが影響していたかもしれないと。そういう背景を知った上でノモハン事件での彼の指揮ぶりを改めて見るとまた違って見えてきますね。関東軍司令部の承認もないのに勝手に部隊を動かして事態を悪化させた。そうなんです。参謀長から自重するように言われても、いや命令は撤回できないと拒否したとか、これはもうちょっと並外れた服従ですよね。しかも本来防御が主任務で攻撃向きではない第23師団だった。結果は大敗北。そしてその後の対応がまたなんというか冷酷なんですよ。敗北の責任を現場の指揮官だった伊予木中佐とか長谷部大佐とか部下に押し付けて自決を強要したとされています。遺族に対しても責任転嫁と取られかねないような言動があったようです。ちょっと人の命を何だと思っているのかと。期待した捕虜の将校にも自決を進めたっていう話も聞きますね。そうですね。一方で小松原自身とか作戦指導に関わった辻正信なんかは比較的軽い処分で済んでいる。この差は何なんだと。ただそれでもまだ疑惑のままなのは決定的な証拠がないからということですよね。その通りです。黒宮さんが指摘しているのは小松原に関する決定的なファイル、これがおそらく今もモスクワの公文書館で厳重に緻密扱いされている可能性が高いということです。今もですか？もう80年以上前の事件なのにどうして未だに機密なんでしょう？ですね、例えば暗号の解読技術とかそういうテクノロジーは時代とともに古くなって価値を失いますよね。そうですね。でもハニートラップみたいな人的工作、いわゆるヒューミントの手法、これは人間の心理につけ込むものなので、その有効性って現代でもほとんど変わらないんですよ。なるほど。単なる過去の歴史的情報としてではなくて、今も使える、あるいは使っているかもしれない人的工作の成功例の詳細だからこそ公開できない。そういうことでしょうね。深いですね。黒宮弘明さんの研究に基づくこの小松原道太郎エージェント説、ノモンハンの多くの謎、特に日本軍の不可解な敗北を説明する上ではかなり説得力のある仮説と言えそうですね。スターリンが言ったとされる言葉がありますけど、戦争に勝つには数個軍団が必要だが、勝利を無にするには司令部に数人のスパイがいれば十分だと。もしこの説が本当なら、まさに歴史が大きく動いた裏で一人の人間の裏切りがどれだけ大きな影響を与えたかということになりますね。その決定的な証拠が今も機密の壁の向こうにあるというのが何とももどかしいですけど。そうですね。さて今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。最新の情報を逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いいたします。